今は高知県の馬路村にあるごっくんの工場に来ました。入り方がわからん。ここや。おしゃれ。すごいね。かわいい。ね。あ、ここ？あ、これっぽいね。かわいい。すごいね、いろいろあるね。パン工房あるよ。ごめん。柚子の森。加工場入り口。やば。おお。すごいすごい。4時まで。はい。ドキン。あ、靴はここに置いてるって書いてあるね。靴箱。おお、すごい。あ、そうですね。土産もらった。何？すごい。しかもごっくりやし。ありがたい。何動いてない。ゴールデンウィークだからなんかカラフルやね。そうやね、分かりやすくしてない。うなぎパイ工場はもっとシンプルだったね。そうやね。おお。しかし天気いいな。パン食べたかったね。ね気になる。なんか完売しちゃったらめっちゃ気になる。美味しいんだろうね。すごい。だから突き抜けとるやん。ログハウスキッカー。突き抜けとるやん。すごい、おしゃれ。ツリーハウスね。おお。すごい、めっちゃ柚子の匂いする。すごい。伝わる？すごい、もうこの段階でめっちゃ柚子。なんだ？美味しい。さっぱり。なんかね、最初柚子の多分白い皮の部分ちょっと苦いやん。なんかあんな感じもするけど、なんか上手にこうスルってまとまった感じする。なんかほんと飲みやすい。なんかロケーションがいいわ。でこの音聞きながらなんか飲むのめっちゃいい。いや、パンも食べたかった。確かに。楽しい。うわー、いい匂い。すごいするよね。普通になんかビジョンフとかさ、なんか柚子シュワとかと同じ匂いだね。まあ柚子だからね。思ったより優しいね。なんかやや子供向けに作られてるのか。柚子系のお酒ってさ、もう本当に柚子シュワとかさ、高知県にある柚子のお酒は本当になんか柚子の苦味とか、酸っぱさとかが酸味がすごいダイレクトに伝わってきて、なんかすごい柚子っていう主張がすごいけど、これはやっぱ子供も結構飲むから、なんかそういう酸味とかパンチがあんまり来なくて、どっちかというとすごい丸くて、なんか子供でもすごい美味しく飲めるような、ごくごく飲めちゃうような、柔らかい、丸いわ、美味しい。なんか喉越しがいい感じに柚子のなんか余韻がずっと楽しめるような感じかな。ごちそうさまでした。
めっちゃ来た。はい、今は高知県から徳島県に先ほど入って、今は海部町か海陽町の轟九十九の滝っていうところに向かってます。もう夕方なんでね、今日はこの轟の滝の駐車場でちょっと寝て、明日も朝から同じ場所で迎える予定です。そうやね、ちょっと水量とか、まあ自分は今回4回目かな、4回目で、リンは2回目、リンは2回目で、めっちゃ好きな滝です。寒いね。まあちょっと行ってきます。この木すごいな。本滝に行くのはこっちだよね。轟九十九の滝はなんかいっぱいあるんだよね。いっぱいあるんですけど、上にあるのが二重の滝かな。1個上にあるのが二重の滝、二重の滝で、今は一番下にある本滝っていうところに向かってます。すごい水の量やな。多いな、多分。うん。多分水量多いと思います。楽しみだな。うわ、だってしぶきやばいもん。やばいやばい。やば。火事みたいになってる。すごいね。やだわ。いや、こりゃ。うお、やべえ。やばい。やばいわ。めっちゃやばい、水量が。やばい。水量えぐいな。楽しみだな、上が。はい。っていう感じで、轟九十九の滝でした。まあメインは明日なんで、今日はこれから如月を食べて早めに寝ます。とりあえず如月食べる？お腹すいたね。ねえ。はい。これはお父さんが栽培したフルーツトマトです。うん。もりもり。美味しそう。うん。このパンパン。ね。張りすごいし。フルーツトマトなんで、すごい糖度が高くて。美味しい。ね、今まで測ってきて結構やっぱ糖度11度とかで、なんか平均的には8度ぐらいって言ってて、まあなんかフルーツトマトっていうのはなんか水を極力上げないで、そのトマトにストレスをかけることで甘みを増すみたいな。頑張って成長しようとしよう。そう、なんかそういう感じらしくて、あんまり糖度本当に11とかまでいっちゃうと極限すぎてそう、どんだけ水あげてないんやろって感じ。そう、なんかそうすると次にトマトがなるための花とかが盛んみたいな、そういう感じで、だから糖度8以上だとフルーツトマトって言えるらしくて、まあだから平均だと8以上か。だから糖度をそんぐらいを保つことで、量産もできるし甘いみたいな。めっちゃ甘い。みたいなことを言ってた。身内びいきするわけじゃないけど、うん、めっちゃ甘い。美味しい。いやもうなんかね、お父さんのトマトね、起業っていうかその農業に変わったんが、トマトやりだしたんが本当今年初めてなんよね。うん、でお父さんらがなんか捨てるバーできるきトマトがめっちゃもらって、それねばっかり一時食べよったけど、もう食べだしてもうトマトが切れてスーパーで買ったトマト食べたらもう薄いよね。水薄ってなった味。え、水やん。誰作ったんこれみたいな。いやもう全然今までのその大きい丸い赤いやつで満足しとったのに、なんかもう実家のトマト食べだして、
食べれなくなったね。ねなんかもう水本当に味濃いよね。味濃美味しい。いよ本当に。濃縮されてるね。いただきます。いただきます。お昼食べてないからね。あれお米は今どんな感じなの？浸水なの？浸水なの。もうね、メスチンで炊きよったけど前半、食べスタートとかはもう買った鍋が優秀。マジで優秀。くっつかんし、時間が経ってもこびりつかんし、ちょっとメスティーはちょっとこびりつきがめんどくさいね。でなんか水もそんなに無限にあるわけじゃないき、ちょっと毎食炊くってなったらやっぱり楽な方今は浸水中。そうまだまだ。今回は4合炊きます。今日は4合炊くね。炊飯器買ったね。今日の晩は如月だよ。イエーイ。楽しみ。貧乏にしよう。おかずちょっとで米いっぱい。いつもの食い方。って感じで、とりあえずトマトいただきます。お腹すいた。多いな。4合です。すごい量。これが4合です。ちょっと水少ないかも。ちょっと硬そう。うちはね、これぐらいが好きなんやけどね。お父さんとか、多分べちゃべちゃやね。好きな。べちゃべちゃぐらいやから。よいしょ。これの上に高いやつ。食べよ食べよう。う。じゃあいただきます。いただきます。やっぱソースが違うね。おごろら。激南蛮で多分普通タルタルや。確かに。なんだろうねこれ。何のソースなんだろう。タルタルやろ。ソースが違うね。おごろら。激南蛮で多分普通タルタルや。ソースが違うね。おごろら。おいしいね。まあじゃあ明日は驚きの滝早起きに備えて今日は早く寝ようかということで、今日はこんな感じで食べ終わったら寝ようと思います。ではまた次回。またねー。